what I did. What happened to you all night? How could you go and leave me no clues? I never meant it. Feels like a loop. こんにちは、IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA でしか買えない発想が天才だなと思うアイデアグッズを紹介します。今回は家具ではなくて小物中心ですので、気軽に取り入れやすいものが多くなっています。IKEA に行かれる前にぜひ最後までご覧になってください。では行ってみましょう。皆さん、ライトの消し忘れに困ってませんか？うちは子供部屋のデスクライトなんですけども、結構消し忘れが多くて気になってました。このライト自体はスポットライトなんですけど、これも IKEA の商品です。こんな風にね、本体をカチカチって押してオンオフできるので操作性もとてもいいです。そして小スペースなのもいいんですよね。で、あれは USB で給電しています。で、今回センサーを取り入れてみることにしました。人感センサーですね。こちらの商品すごく評判が悪くてですねちょっとそれも試してみたいっていうのもありまして購入してみました。 IKEA のスマート電球とペアリングする分にはハブは必要ないんですけども、スマートプラグとペアリングするにはハブが必要になります。その場合このようにアプリ上で設定を行います。この製品をオンにする時間を選べるのがいいなと思いました。30分とかにしとけばしょっちゅう消えてイライラするってこともなさそうですよね。で、問題の感度なんですけども、センサーを置く位置が結構大事かなと思います。こんな感じで割と反応は良さそうですよね。ただ上の方に置くと途端に反応が悪くなりました。これがこのお値段で買えるのは他のね、他社よりも半額ぐらいの値段ですのでいいんじゃないかなと思います。センサー自体がちょっと大きいというデメリットはあります。乾電池なのでね、ちゃんと夜中も消えてまして満足です。人感センサー以外にもいろいろありまして、こちらも非常におすすめなのがドアの開閉センサーです。IKEAこういうのもあるんですよ。うちは難度に設置しています。扉が開いてる間だけオンになるというものです。こちらも電球とペアリングとっても簡単でした。IKEA のトロードフリーとペアリングします。で、ハブを購入しますとこのようにセンサーが開いた時に自分に通知を送るとか、スマートスピーカーから音を鳴らすなどということができます。で、開いた時間とか全部履歴が残るんですよ、アプリ側に。こちらすごく反応がいいのでおすすめです。ウォークインクローゼットとか難度がある方におすすめです。スマート電球つながりなんですけども、いや Wi-Fi とかようわからんからもっと単純にリモコン化したいっていう方、そんな方向けの商品もあります。こちらはリモコンなんですけども、 IKEA のトロードフリというスマート電球とペアリングすることでリモコン式にすることができます。また調光できるタイプの電球を買うとこのように調光もできます。スマート電球自体もいろんなデザイン性のある電球がいろいろあって選択肢が多いのが IKEA の特徴です。リモコンもスタイリッシュですよね。またスマートプラグもとても安価です。単純にリモコンとペアリングするだけならハブの購入は不要で、本当にリモコンとスマートプラグをペアリング、これ単体同士でペアリングすることも可能なんです。スマートプラグを使えばこのようなテーブルライトもリモコン式にすることができて、寝た布団に入った状態からリモコンで電気をオンオフできるのはとっても便利です。時間で何時になったらオフにするとかそういう使い方したい場合はハブが必要なんですけども、単純にもうリモコン化したいっていうだけでしたらハブも不要で、本当に Wi-Fi も不要で簡単に使うことができます。ちなみにこのテーブルライトすごく可愛いですよね。このテーブルライトもとっても安価です。こちらこんな薄いイエローもありまして、バリエーションでめっちゃ可愛いんですよ。続きましてはキッチングッズに移ります。まずは冷蔵庫内で便利なターンテーブルを紹介します。こちら奥のものが取りやすくて大変便利なターンテーブルです。ちょっとね、たまたまこの時すっからかんなんであんまりこのねありがたみがわからないと思うんですけど、いや違うな、こ
この楕円の動きがすごくよくわかるじゃないですか。この方がちょっとこう手前にずれながら回転しているの分かりましたでしょうか。回転もとってもスムーズです。はい、で続きましてはこちらのアイテムです。ちょっと地味なんですけど便利なアイテム、シリコン製の鍋つかみです。鍋つかみって結構場所取るじゃないですか。収納場所取るものが多いと思うんですけども、これはこんなに指先だけのサイズ感で超合理的な作りとなっています。そしてさらにいいのが、これシリコン製なので汚れてもパッと洗いやすいです。もちろん食洗機に入れることも可能です。シリコン製の鍋つかみでこんな安価なのなかなかないのでおすすめです。続きましては、私も視聴者様からおすすめいただいて購入したアイテムなんですけども、縦型ピーラーってご存知ですか？大体のピーラーってこういう形してるじゃないですか。食材の持つところが少ないとこう手前に引くときに親指を切りそうになるっていう問題があるんですよね。ただこの縦型ピーラーを使うとこのように親指を包丁のように添えながら剥くことができてとても便利です。で包丁でやるより、私は不器用だからかもしれないんですが断然早いんですよ。でこちらは、左利きの方も同様に使えます。この先端の部分でじゃがいもの芽を取ることもできます。さらにこう手前に引いて今みたいにカットすることもできるんですけども、人参みたいなものの場合は奥に向かってスルスル剥くこともできて、これが非常に早いです。縦型ピーラーでこんな安く買えるのは IKEA だけなんじゃないでしょうか。ちなみにどちらも食洗機対応となっています。先ほど皮などを入れていた容器も IKEA の便利グッズの一つです。切った食材を入れるのにも使います。これに入れておくとゴミ箱やお鍋に移すときにさっと入れられて便利です。こちらの容器もお気に入りなので紹介させてください。私はオートミールを入れるのに使っています。ちょうどこちらの容器にこの1袋がぴったり入ります。この容器のいいところはスリムな形状です。持ちやすく冷蔵庫の中でも収まりがいいです。食洗機対応です。結構長く使ってますけども綺麗です。玄関に移ります。下駄箱の扉を外しましてプリーツ式のブラインドを設置しました。このプリーツ式ブラインドがめちゃくちゃ天才的なアイデアグッズでして、もちろん窓につけることも可能ですし、こんな風に収納の扉の代わりに一部だけにね目隠しでつけることも可能です。ハサミで簡単にカットできますから、こう長さぴったりにね幅ぴったりに設置することができて大変気持ちがいいです。天井側は両面テープなんですけども、ちょっと落ちてくるのが心配なので私は画鋲で設置しています。付属にもともとなっているクリップみたいなものがあるんですけども、私の場合はその窓じゃなくてほぼ閉めっぱなしの状態で託し上げて固定することはないので、このようにクリップをつけて固定してます。下駄箱側にマグネットを設置してまして、ピタッと止めれるようにしています。でもこのクリップは100均で買ったマグネットクリップなんですよ。だからこっちマグネットだから下駄箱側はただのスチール板とかでよかったですね。スチール板ちっちゃいシール付きのやつ、100均とかで売ってるやつ、あれでよかったですね。下駄箱ついでにこちらも紹介させてください。こちらは長細い形のフリーザーバッグなんです。IKEAいっぱいフリーザーバッグ売ってるじゃないですか。この長細いタイプとってもおすすめなんです。というのもこのように持ち手がついてまして、折りたたみ傘を収納するのにめちゃくちゃいいんですよ。まずこの袋がですね、全然使い捨てって感じじゃなくて結構しっかりしてるんですよ。結構長く使えます。もうしっかり具合伝わりますでしょうか。で雨に濡れた折りたたみ傘を持って電車に乗る時とかにですね、この袋にさっと入れることができますのでとても便利なんです。でもちろんこちらの商品はフリーザーバッグですので食品を入れることも可能です。スパゲッティなどを冷蔵庫に入れる際に使っている方もいらっしゃいます。デザインも可愛いですしおすすめです。これは IKEA でしか買えないなというちょっと変わった商品を紹介します。こ
ちらの黒くてちょっといかつめのタオルハンガーやバスチェアを紹介します。とてもスタイリッシュですよね。こちらはご高齢の方から小さなお子さんまでに優しいシリーズとなっています。タオルハンガーですけども手すりとして使えたり、手すり付きのステップなどもあります。いかにも介護用品って感じのデザインじゃないのがいいですよね。トイレットペーパーホルダーなんかもあります。特にシャワーチェアは安定感があってかつおしゃれでいいとレビューが好評になっています。続きましては IKEA でしか買えないマストバイ収納を紹介します。ゲーム機の収納にお困りではないでしょうか。ゲーム機って隠したい、でも排熱性も気になりますよね。ということで通気性のいいこちらのバスケットに収納しています。子供でも簡単に扱えて、こちらのバスケットは小さく穴を開けましてコードを配線しています。なのでちゃんと充電もされてテレビにも映ります。スイッチ2が話題ですが、我が家のはまだ古いスイッチです。このバスケットの右角の方に穴が開いているの分かりますでしょうか。こんなメッシュですけども不思議とごちゃごちゃして見えないんですよね。もう一つ IKEA といえばこちらリーサトルプバスケットが有名です。これはやっぱり可愛いですよね。人気になる理由がありますよね。他国に比べて日本の IKEA ではすごく安く設定されていますので、ぜひ IKEA ジャパンでお買い求めください。私はパンを入れるのに使ってますけども、トイレットペーパーも綺麗に4つ入れることができます。トイレットペーパー入れただけなのに可愛いですよね、このバスケット。あと我が家では子供の洗濯終わったものをポイポイ入れたりするのに使ってます。スチールのこのとバーチの取っ手の組み合わせがとても可愛いですよね。そして頑丈、最近はいろんな会社からそっくりなバスケット出てますけども、 IKEA のはやっぱり頑丈ですしカラーバリエーションが豊富なのが特徴です。皆さん充電式乾電池はどこに収納されていますか？いざ使おうと思ったら充電できてないなんてことあるとショックですよね。 IKEA のこちらの商品は単4も単3も充電できる充電器となっています。で片面には収納スペースもあります。こちらは充電し終わった後も自動的に満充電を保つモードに切り替わるという機能がついています。ずっと電源に挿しておく必要があるので、私はこのミッケという勉強机のこの棚に収納しています。熱を持ちますのでもうちょっと密にならないように置いています。充電式乾電池をお使いの方にとてもおすすめの商品です。発売当時すごく人気で売り切れてしまっていたんですけども、最近また在庫戻ってきたのでチェックしてください。こちらは QOL 爆上げの IKEA アイテムです。こちら Bluetooth スピーカーなんですけども、バッテリーを購入するとポータブルで使うことができてとても便利です。この小さいモニターはテレビなんですけど、どこでも見れて便利なんですけど、ちょっとスピーカーがしょぼいんですよ。そういう時このスピーカーを Bluetooth でつなげばとても迫力のある音を楽しむことができます。そしてこのデザインが素晴らしいですよね。 Bluetooth スピーカーとは思えない低音がよく響きます。お値段の割にとても満足度の高い買い物でした。こちらは防水仕様のスピーカーです。とっても小さいので音はそれなりですけども、お風呂の中は響きますので満足して使っています。充電の持ちも結構よくって毎晩使ってるんですけど、めったに充電してないですね。不思議です。ボタンは一つしかなくて本当にシンプルな使い方で子供でも扱いやすいです。こちらカラーバリエーションが素晴らしくってですね、こんな可愛いのが今出ていますね。今ならこのピンク買ったな。はい、おすすめです。このスピーカーを置いている棚も結構いいなと思ってて、このようにソファーのそばに沿わせて置けるデザインになってます。ちょっと素材はお値段なりなんですけど、リビングの真ん中にドーンと棚が置けるって結構ないじゃないですか。細かい文房具なんかもここに置いています。あと粘着テープローラーもねちょっと忍ばせて置いています。飾り棚としても楽しめますのでコスパいいなと思います。以前こちらのポータブルライトの置く場所に迷うってコメントをいただきました。ありがとうございます。こんな感じでサイドテーブルの上に置くの結構いいと思います。
IKEA にサーキュラーマーケットってアウトレットコーナーあるのご存知でしょうか。今それがオンラインで取り置きできるようになってるんですよ。で何気なく見てたらさっき紹介したスピーカーが IKEA 船橋の方で 30% オフになってるのを見つけました。結構お得ですよね。ぜひ皆様の行かれる店舗でもこんなのあるかなとチェックしてみてください。展示品だけじゃなくってパッケージ破損とかもいろいろありますから見てみると楽しいです。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回は新商品情報をお伝えしたいなと思ってます。またすぐ次の動画でお会いしましょう。